俺が見習いをしている寿司屋では、大将が俺たち若手の見習いを徹底的に見下し、指導という域を明らかに超えた嫌がらせをしていた。飲食業界で正社員で雇ってくれることは少なく、正社員で雇ってもらっている以上、簡単には辞められない俺たちは、生活のために日々大将の嫌がらせに耐えていた。そこへある日、ベテラン職人がスタッフに加わることになったのだが、これをきっかけに俺たち若手見習いの運命が大きく揺さぶられることなど、俺は予想だにしていなかった。俺の名前は田川淳二、寿司屋で見習いをしている27歳だ。専門学校を卒業してからというもの、俺は飲食店のバイトを中心に職を転々としてきた。はじめはたまたま時給がいいお店があったという理由で始めた飲食の仕事だったが、徐々にキッチンを任されるようになると、意外と自分が料理をすることに向いていると気づいた。以来、なんとなく飲食業界の仕事を選び続けてきたのだ。ファミレス、和食チェーン、ホテルと少しずつ高級で給料もいいお店へと職場を移していった俺は、3年前から今働いている高級寿司屋でお世話になっている。これまではバイト、非正規社員として働いてきたが、3年前彼女ができて結婚を意識するようになってから正規社員での働き口を探し始めた。飲食業界で正社員として雇ってもらえることはそうはないので、職探しには苦労したが、俺はなんとか今の寿司屋に縁あって就職することができた。雇ってもらえたのは良かったのだが、この寿司屋の大将がとんでもない厄介者だったのだ。俺たち若手に対して常に見下した態度で嫌がらせをしてくるのだ。寿司業界は徒弟制度が色濃く残っている世界ではあるし、多少厳しくされる分には俺も仕方ないと思えたのだが、大将の嫌がらせはあまりにも度を過ぎていた。まず俺たちのことを世代でくくり、自分の世代に比べて若い世代は根性がない、舐めきっているという固定観念を押し付けてくる。俺たちの皿の洗い方が気に食わないと、おい、何仕事終わった気になってんだよ。ちゃんと洗った皿を見ろよ。ピカピカになってねえだろうが。気合い入れて皿を洗えよ。たっく、今の若いやつらってのはほんと根性ねえのな。仕事なめてんじゃねえぞ。というのが決まり文句。本当に皿洗いが雑できちんとできていなかったというならまだ理解できる。だが別に皿がきれいに洗われていないというわけではない。ただ単に大将は俺たち見習いがやることなすことを片っ端からけなしたいだけなのだ。自分は客が来ない時にはぼーっとタバコを吸いながら競馬新聞を読んでいるくせに、仕事をなめるななどと言われても説得力がない。だらしないあんたに言われたくないというのが俺たちの正直な気持ちだ。またある時は大将に言われた通りお客さんの注文した料理を準備したが、大将の聞き間違いで違う料理をお出ししてしまったことがあった。その場では俺も大将もお客さんに謝り、お客さんも優しく許してくれたが、問題は店を閉めてからだった。明らかに大将が聞き間違えたのにもかかわらず、大将は俺のせいだと責め立てたのだ。おい、何してくれてんだよてめえ。言われた通りに準備するだけなのに、なんでそれができねえんだよ。この役立たずが。やる気ねえならとっととやめちまえよ。お前みたいな根性なしはいらねえよ。と俺がいくら大将に言われた通りにしただけだと言っても聞き入れられなかった。大将は俺たち若手だけでなく、俺より10年ほど多く経験のある先輩見習いにも嫌がらせを繰り返していた。先輩は一応仕事的には仕込みから握り、接客まで全て任せてもらえていたので、店では大将が握れない時は先輩が握るくらい大事な存在だった。そんな先輩がお客さんと楽しそうに話していると、大将は先輩を後で裏へ呼び出し、おい、何ヘラヘラしてんだよ。そんな暇あったらてめえの握り方見直せよ。もしかして自分が一人前になったとか思ってんの？んなわけねえから。これ以上生意気な真似したら容赦しねえぞ。としごきを入れるのがいつものことだった。俺から見てもお客さんの反応を見ていても、
先輩の仕事ぶりは十分一人前だったが、大将はそれが気に食わないのか、いつも先輩に対して辛辣に怒鳴り散らしていた。俺はこの大将のもとで先輩がよく5年以上もやってられるな、どんなメンタルをしているんだろうかと、尊敬を通り越して不思議に思っていたくらいだった。ところが今から数ヶ月前、その先輩が突然辞めることになった。大将は慌てて先輩を引き止めようとしていたようだったが、先輩は頑として辞めると言って聞かなかった。そして俺たちにできるわずかな仕事の引き継ぎをしてから去っていった。先輩は大将には他の仕事が見つかったからとだけ伝えたようだったが、俺たちには本当の理由を教えてくれた。それは大将の嫌がらせがどう増してきていて、これ以上耐えられないからだった。そんなの昔からではないかと俺は聞いたが、前はそれほどひどくもなかったらしい。先輩は1年くらい前から辞めたいと思っていて、今回運よく有名な高級日本料理屋に働き口が見つかったので、思い切って転職することにしたのだと俺たちに教えてくれた。先輩が去るとなると、俺と他の若い衆の数人ではとても店が回らないのは明らかだった。大将は焦って寿司屋で握り経験のある職人を募集し始めた。寿司屋は一回見習いで入ると軽く10年以上はそこで修行することがある世界なので、辞めた先輩ほど経験も実力もある人がそう簡単に見つかるだろうかと俺は気がかりだった。いい人が見つからないとなると、俺たちへの大将の嫌がらせが今以上にひどくなることは目に見えていたから、それが心配だったのだ。そして募集をかけ始めてから数週間して、大将はいい人が見つかったと嬉しそうに俺たちに話しかけてきた。何でも有名高級寿司屋で働いている人だそうで、近々面接に来るとのことだった。俺たちはこれでベテランの職人さんが来てくれれば助かるなと一安心したのだった。それから数日後、新しいスタッフの面接日、仕込み中の店に40代半ばくらいだろうか、ベテラン臭漂う候補者の一人が面接にやってきた。俺は面接を聞いていたわけではないが、大将曰く老舗の寿司屋でもう10年くらい寿司を握ってきたそうで、人当たりも良さそうだし、この人にしようかなと面接を終えた大将は嬉しそうに話していた。結局大将はその日面接に来た堀内さんというベテラン職人を採用することにした。堀内さんは辞めた先輩よりも職人としての経験が長いということで、大将はかなり安心した様子だった。堀内さんが店に来るまでの数週間、大将は俺たち若手に新たな嫌味を言うようになった。いよいよ2週間後にはベテランの堀内が入るからな。これでかなり楽になるだろう。堀内が入ってくれれば、お前らみたいな使えない若手は用済みになるんだからな。分かってんのか？分かったらもっと気合い入れて仕事しろよ。と俺たちの首をほのめかすような嫌味を言ってくるようになったのだ。そしてあっという間にベテラン職人こと堀内さんが来ることになっていた日の朝がやってきた。俺はいつも通り仕込みを始める時間に店へ行き、ロッカーで着替えを始めた。すると大将が俺に近づいてきて、ニヤニヤしながら話しかけてきた。おう、着替えてるとこ悪いけどな。お前もううちにいらねえから帰っていいぞ。つーか、もう二度と来んな。ちょっと待ってください。どういうことですか？クビってことですか？人手不足じゃなかったんですか？話を聞く限りじゃ、彼は相当のベテランだ。彼一人いれば、こないだ辞めたあいつの倍使える。お前ら若い奴らが何人いても邪魔なだけだし、経費の無駄だからな。要するに、ベテラン職人が来るからお前はクビ。わかったか？そんな、待ってくださいよ。俺だって必死に修行してきたのに。いいからとっとと出てけよ。目障りなんだよお前。そう言われ、俺はなすすべもなく店を追い出された。一応俺なりにこの3年、どんなに嫌味を言われても嫌がらせをされても耐えてきたのに、その結果がこんな形での解雇だなんてあんまりだった。クビにするのは仕方ないとしても、3年間働いた人間に
ねぎらいの一言もないのか。数人しかいない従業員をこんな扱いしかできないなんて、大将はやはり人間として何か欠落していると思わざるを得なかった。突然のクビ、いきなり職を失って、今の俺は家賃と生活費だけでいっぱいいっぱいで、できたばかりの彼女とのデート代だってかかる。とりあえず急いでバイトでもいいから稼ぎ口を見つけないと。俺は絶望している暇もなく、すぐさま仕事を探し始めた。ネットで探しているだけではなかなかいい条件のものがなく、俺は今まで世話になった飲食店の人たちにも頭を下げ、どこかつてがないか聞いて回った。そうして仕事を求めて駆け回って数週間が経った頃、以前ウェイターとして働いていたレストランのオーナーから、知り合いがオープンする高級フレンチのスタッフを募集しているというので紹介してもらうことになった。正社員採用も考えてくれるらしいとのことで、俺は藁をもすがる思いで面接に向かった。面接にはオープンするレストランのオーナーシェフが自ら来てくれた。かなり貫禄のある風貌に俺は緊張を禁じ得なかったが、話してみるとこわもてな見た目とは想像のつかないくらい優しい人だった。せっかくだから腕前も見せてほしいと言われ、少し話をした後、厨房へ案内され、基本的な野菜のカットや魚さばきを実演するよう指示された。俺はこれまで働いていた寿司屋や数々のレストランで培った技術も出し切った。一通り実技を終えると、シェフは俺にニコッと笑いかけ、田川くん、ありがとう。もったいつけてもあれだから、この場で面接と実技試験の結果を伝えるね。田川くん、君は合格。君さえ良ければぜひ正社員としてうちで働いてくれるかな。給料とか休みとか条件のところはこれから話し合えればと思うけど。はい、ぜひお願いします。俺は2つ返事で承諾した。これまでなんとなく続けてきた料理の仕事がこんな風に誰かに認めてもらえたのが初めてで、俺はこの人の下で働きたいと心の底から思えた。この時点で他にもいくつか面接の予定があったのだけれど、俺はこれ以上にいい職場はないと思い、即座にお受けすることにした。その後、シェフの作った料理を一口いただいたのだが、これまた食べたことのない美味しさですっかり惚れ込んでしまった。今まで大して料理に情熱を持てなかったが、シェフと出会ったことで、俺もこんな料理を作れるようになりたいという気持ちに駆られるようになった。俺が寿司屋をクビになってから心配をかけてしまっていた彼女も、俺がシェフのオープンする高級フレンチに就職が決まったことと、シェフの腕に惚れ込んだことを話すと、まるで自分のことのように喜んでくれた。そうして職を失ってから1ヶ月後、俺は高級フレンチで修行を始めることになった。始まってみると、今までまともに食べたこともなかったフレンチに俺は苦戦した。使う食材から調理方法、そして盛り付けに至るまで、今まで働いてきた庶民的レストランや寿司屋とは全く違っていたので戸惑うばかりだった。それでもシェフや俺より経験のある先輩たちが丁寧に指導してくれるので、俺はこの環境をありがたいと思い仕事に励んだ。修行の成果は日々の自炊にも現れ始め、彼女を喜ばせたい時にはおしゃれな一品を作ってあげることができるようになった。彼女の評判も上々で、俺はますます料理が好きになっていった。そうして仕事もプライベートも充実していたある日、俺に一本の電話がかかってきた。なんと前に働いていた寿司屋の大将からだった。俺は今更なんだろうと首をかしげながら電話に出た。もしもし、大将ですか？おお前生きてたか。どうだ、無職になった気分は。といきなり嫌味を言ってきたので、相変わらず変な人だなと呆れながら、おかげさまで今は高級フレンチでお世話になってます。それで何かご用ですか？と尋ねると、大将は、高級フレンチ？お前が？まあいい。いいから来週から俺んとこ戻ってこい。いいな。と言い出すので、俺はなんで今更と不思議に思い、理由を尋ねた。なんでですか？ベテラン職人さんが入ったんですよね。
今さら俺が言っても変わらないって言ったのは大将ですよね。すると大将は突然弱々しい声になり語り始めた。いや、それが堀内ってやつ、ベテランはベテランでも寿司を握ったことなんてほとんどなかったんだ。それに有名寿司屋で働いてたってのも嘘で、一皿100円の回転寿司のホールスタッフをやってたっつうんだよ。完全に騙された。寿司は握れねえ、皿もろくに洗えねえ、全く使い物にならねえ。だから頼むよ、早く俺のとこに戻ってきてくれ。どうせお前にフレンチなんて作れるわけねえんだからな。堀内とかいうおっさんがそこまで使えないやつだとは意外だったが、相変わらず俺を見下している大将に呆れ、俺は断りを入れた。申し訳ないですけど、俺はもうあなたのところに戻る気はありませんから。じゃ、そう言って電話を切ろうとすると、おい待って、田川、頼むよ、この通りだ、戻ってきて。と情けない声で言っていたが、俺は構わず電話を切った。よく確認もせず人を雇い、挙句理不尽に解雇した元スタッフを気安く呼び戻そうとするなんて虫が良すぎる話だ。俺は大将には思う存分苦労してもらえればいいと思っている。それからほどなくして俺と年の近かったもう一人の見習いも大将に愛想を尽かして辞めたと聞いた。彼もかなり大将に引き止められたようだが、大将のこれまでの嫌がらせに耐えられず、もう限界だったから辞めたと彼は言っていた。ろくなスタッフが手元に残らず、まともに店が回らなくなった大将の寿司屋はサービスも味も落ちたとの悪評が広がり、客足が落ち続ける日々だという。こうして大将には天罰が下り、俺は心機一転、高級フレンチで腕を磨き続けている。ここまで茨の道だったが、今世話になっているシェフとの出会いで、俺はようやくこれからやりたいこと、なりたい目標が見つかった気がしている。まだこんなことを言うのは生意気かもしれないが、いつか自分の店を持ってみたい。実は密かにそんな夢を描き始めている。恥ずかしくて家族にも彼女にもまだ言っていないのだが、いつか叶う日を夢見て、今日も仕事を頑張ろうと思う。